ここはたった一つのブロックから始まるワンブロックの世界。今回からワンブロックの世界で海外でも人気の100デイズという企画をやっていきます。マイクラでの1日は現実世界で置き換えると約20分。100日でいうところの約33時間になります。この33時間を凝縮し、数パートに分けてお送りしていきます。ゲームを進めるにあたり目標を考えてきました。その1、すべてのフェーズを解放する。その2、エンダードラゴンの討伐。その3、5つ以上の建築、島を作る。これらを目標に頑張っていきたいと思います。本パートは1日目から20日目。それでは本編どうぞ。1日目。まずは足元のブロックをどんどん掘り進め、土地を広げていきたい。掘っていくと多くの原木、そしてチェストが登場しました。木が出てきた。お、チェストだ。開けます。せーの、オープン。お、苗木だ。苗木と種。多くの苗木と種をゲット。さらに掘り進めていくと、豚さんがスポーンしたけど狭すぎて落ちてしまった。落ちちゃった。ごめん。これあれか。足場広げるか。とりあえずツール作るわ。溜まった原木で作業台、ツルハシ、斧、シャベルを作りました。そしてゲットしたブロックを使って少しずつ足場を広げていきます。さらに掘り進めていくと、おう、あれなんか落ちた？どうやら砂利が下に落ちてる模様。ここで水入りバケツをゲット。水入りバケツ来た。これは下に置けっていうことか。水を流して下にブロックを設置していきます。これで落ちる心配はなし。お、さっき落ちてった豚さんが出現。お、何？鶏や羊も現れた。びっくりした。お、木が早速。ここで植えてた苗木から木が成長。動物が増えて圧迫感が出てきたので少しだけ土地を広げていきます。そして牛さん登場。動物たちが落ちないようにボートで捕まえておきました。2日目、土が結構ゲットできたので土地を広げていきます。ここで次のフェーズにアップグレード。このワンブロックの世界には0から10のフェーズというものがあり、掘っていくごとにバイオームやブロックがアップグレードしていきます。次のフェーズはアンダーグラウンド。石が手に入ったので石ツールにアップグレードしました。おー、ツルハシ、斧、シャベルが石ツールになりました。ほい。3日目、何やら怪しいチェストが出現。なんか緑のモヤモヤが。なんだこれ。中身はじゃがいも、骨、白樺の苗木。全然大したことなかった。と思ったらクモが出現。めちゃめちゃびっくりした。どうやら有効モブだけじゃなくて敵もスポーンするらしい。木こりをして木材を集めていきます。鉄がゲットできたのでハサミを作りました。今遊んでるこのバージョンは 1.21.5 の最新バージョンなので、あ、そういえばと思い葉っぱを回収。かまどで葉っぱを焼くと、お、できてる！落ち葉！落ち葉ができました。この落ち葉は 1.21.5 の新要素。模様をつけて遊びました。おー、すごい、かわいい。チェストからダークオークの苗木をゲット。さらに掘り進めていくと、お、あ、来た！ムッシュルーム来た！ムッシュルームがスポンしました。これは貴重な食料になる。ボートに乗せて捕まえておきました。4日目、この日はひたすらホリホリしたり、土地を広げたり、木こりをしたり、チェストから白紙の地図をゲット。
地図を作りました。おー、今こんな感じになって。あ、アップグレード。そしてアップグレード。これは次のフェーズへ。雪が登場しました。ここで金鉱石登場。金は鉄じゃないと掘れないので、鉄のツルハシを作りました。ストレイ出現。ちょっと待って。ヤギが登場したり、ヤギ？白いキツネさんも出てきました。白いキツネさんだ。待って、あ、これ絶対狙ってるでしょ。どうやらキツネとウサギは共存できないらしい。5日目、この日はあいにくの雨、そして雷。雷。ハーフブロックを使って土地を広げていきます。そしてワンブロックを掘り進めていくと、何やら怪しい声が。モンスターパーティーの始まり。このワンブロックの世界ではたまにモンスターパーティーになるイベントが発生。敵モブが数体スポンします。なんとか応戦し下に落とそうと試みるも、惜しくもやられてしまいました。6日目、この日もワンブロックを掘り進めます。すると色違いの牛さんが登場。さらに行商人さんまで登場しました。行商人さんからリードをもらうべくラマをボートに乗せてリードをゲット。7日目、急にストレイがスポンし、待ってまっずい。またもや敗北。集めた原木をハーフブロックにし、残りの土地を拡張。円形の島が完成しました。ゲットした種とじゃがいもを植えて種だらけの場所を達成。8日目、そろそろ何か作りたいなということで動物たちを移動していきます。建築のための資材集め、原木を大量に集めていく。作る前にある程度の場所を決め土台を設置していきます。9日目から10日目、前日置いた土台はこんな感じ。ここで初めての建築に取り掛かります。このワンブロック100デイズで一番初めに作るものは仮拠点。ちっちゃい斜めのお家を作っていきます。斜め建築は実は今まであんまりやってきたことがなくて、何が正しいのか何が間違ってるのかあんまりよく分からず始めておりますが、最終的になんとなくの形になればいいなっていう感じなので、間違ってても多めに見てください。このワンブロックの世界では使える物資の限り、自分で集められるものの限り、そして時間の限りがあります。そんな中でも集めやすい素材を使ったり、大きさもコンパクトにしたり、簡単で作りやすい、でも可愛さやおしゃれは忘れずにというのを一つの目標にして建築を進めていきます。なので今回使っている素材も丸石やオーク、頭皮といった集めやすい素材。続きまして屋根の装飾をしていきます。このままではなんか寂しいなということで塔をつけることにしました。素材は方解石、屋根の部分は花崗岩を使用します。まだ始まって10日目ということで結構物資がカツカツなんですよね。現状自分で増やせるものも原木ぐらいということで、この方解石や花崗岩も掘っていく中で手に入ったわずかな量、そのわずかな量ギリギリで今回建築をしています。塔の部分にはちっちゃな風車を取り付けてみました。あとは葉っぱで装飾をして屋根の完成になります。11日目、仮拠点を仕上げるために窓を付け足したり看板を使って汚しを加えていきます。こうして仮拠点の完成。限られた物資の中で作ったにしてはなかなかいい出来なのでは。ここでファントムの襲来。まだベッドを作れてないというか、そもそもこのワンブロック100デイズにおいては夜も基本寝ずに活動していく。よいしょ。よし。12日目、羊が自然スポーンしてたので
ボードで捕まえておきました。羊毛もゲット。木がたくさん育ってたので木こりをしました。また羊さんから羊毛をゲット。これでベッドが作れる。灰色のベッドを作成。仮で寝たらファントム湧かなくなるのかな。チェストを並べて今まで集まったブロックの整理もしておきました。13日目。この日もあるものを作っていきます。動物が結構増えてきたということで放牧場を作りたい。仮拠点とその周りを多くの原木、皮の剥いた多くの原木で円形に囲っていきます。高さはそれぞれ不揃い。ハーフブロックとトラップドアを使って段差をつけていく。フェンスゲートをつけて出入り口を確保。あとは葉っぱを使って軽く装飾。これにて放牧場の完成になります。14日目。雨が上がり虹が出現。さっきこれにて完成と言ったんだけど、もうちょっと何か作りたいということで、今度はカスタムツリーを作っていきます。放牧場作りに使った多くの原木を利用して木の幹と枝を伸ばしていきます。そしてその周りに葉っぱを巻きつけていく。下の方にもバランスを見ながら葉っぱを設置。根元付近が細かったらちょっとおかしいので原木を追加で設置。上の方にはフェンスを付け足していきます。装飾としてクローベリーも使ってみる。15日目。ツリーの下部分を落ち葉で軽く装飾。動物たちを放牧場に移動。育ってた小麦を回収して動物たちを繁殖。コウノトリの贈り物を達成しました。ということでこれにて1つ目の島が完成。こんな感じの島を計5つ以上作るのがこのワンブロック 100days での目標。16日目。床の素材を一部変更。オークから頭皮へ。違う色の木材を入れることで印象もガラッと変わりました。落ち葉との相性も良き。水バケツを利用して下にブロックを置くことを試みる。しかし終わったかも。やりました。これなんと自分で水源を消してしまうというトラブル発生。やばい、このままだと落ちてしまう。幸い手持ちにブロックがたくさんあったのでそれを積み重ね、危機一髪、なんとか落ちずに済みました。危なかった。無事生還を果たし新たな土地を拡張。ハーフブロックを使って円形の島を作っていきます。そして再びファントム出現。よっしゃー。なんとか討伐成功。そして新たな円形の島が出来上がりました。ここには何作ろうかな。17日目。ワンブロックは次のフェーズへ。砂やプリズマリーなどの海や水に関係するブロックが出現。敵はちょっと厄介。トライデント持ちのドラウンドが出現しました。カメさんが現れたり、ウッパールーパー入りバケツをゲット。タラも出現。タラ。ここで初めてのダイヤモンドをゲット。ダイヤモンドだぜ。そして再びウーパールーパーが出現。ウーパーちゃん。バケツを使って確保しておきました。オッケー。やばいかも。出ました。突然のモンスターパーティー。トライデント持ちのドラウンドやガーディアンがたくさん現れた。やばいの来てる。
やばい。やばい。マジでやばい。うわっ。くそー。危な。ちょっと待って。それは。あいつ。落ちろ。危ねえ、マジで。なんとかモンスターパーティー終了。トライデント持ち強すぎる。18日目。この日はひたすら掘り進め、資材を集めていく。もうすぐ20日目を迎えるということで、もう一つ何か建築したい。プリズマリン系のブロック使いたいな。ハードのテストは、なんとチェストからエルダーガーディアンのスポーンエッグが出現。トライデントもゲットしました。エルダーガーディアンは倒せっていうことなのかな。お、アップグレードだって。よっしゃ、そろそろ次の建築やるかな。ホリホリはここまでにして次の建材の準備をしていきます。19日目。捕まえておいたカメさんを移動。次の建築へ取り掛かります。次に作るのはこの場所。ワンブロックのホリホリを進める一番最初の地点。ここにはガゼボ風の建物を作っていきます。敵が頻繁に出てくるからむやみに出歩かないよう柵みたいな役割も持たせたい。使う素材は白系のブロックとプリズマリンを使用。やはり今回も物資がカツカツ。ブロック節約のために同色系のブロックを混ぜながら作っていく。円形の土台に柱を伸ばした後、上の方にはドーム状の屋根を作っていきます。その上にさらにとんがり屋根を設置。ここからは装飾をしたり模様をつけていきます。さっき作ったドーム状の周りを白樺の階段とハーフブロックで少し装飾。これだけじゃなんかなということでさらにデザインを加えていく。下から上にかけてアーチというか丸いというか少しカーブしたようなデザイン。20日目。建物はだいたい完成。あとは下の方の細かい装飾をしていく。塀やフェンスゲートを置いたりハーフブロックを置いたりということで、これにてガゼボ風建築の完成。ちょっと時間が余ったので、さっき作ったガゼボ風建築の下あたりを強化していく。下に向かってとんがってるような、そんな土台を作りたい。と思ったのもつかの間、21日目に突入したので、本日はここまで。ということで、マイクラワンブロック 100days 企画。今パートは1日目から20日目までをお送りしました。残りは80日。今後どんな風に発展するのかお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。